皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから2週間ほど経ったところです。時は5月最後の日の午後です。撮影を行った時の天気はよく晴れていました。その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で21度にまで上がりました。ただし風の強い日でドローンの飛行には苦労しました。今回は5月に取り組んだ春の人工分蜂の結果についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。ところで養蜂場周辺ではすでにクローバーの開花が始まっています。この西方うどくのシリーズを開始した2023年以降、過去3年間の動画を今回改めて見直してみると、5月に養蜂場周辺のクローバーの開花を告げている動画はありませんでした。例えば昨年ですが、今回と同じ5月最後の日に撮影した動画の中で、タンポポの季節はとうに終わってしまったけれども、次の主な蜜源植物であるクローバーの開花はまだ始まっていないと言っています。そして6月9日に撮影した動画の中でようやく前回の撮影の時にはほとんど花をつけていなかったクローバーがこの1週間の間に一挙に満開の花を咲かせるようになったと言っています。そしてそこではクローバーはこの地方で6月の主な蜜源植物ですとも言っています。そうしたクローバーが今年は5月末の時点ですでにまだ満開とまでは言えませんが5分咲きまでは行っているのですから、温暖化が進んでいる近年の中でも今年は控えめに見てもさらに1週間ほど早いクローバーの開花を指標とした季節の進行が感じられます。こうした状況を表現するために温暖化という言葉では十分ではないので、沸騰化という言葉が登場したのが2023年でした。しかし今年はさらに新しい言葉が必要になるかもしれません。それほどまでに季節の進行が早い今年の春です。そうした中、2回前の動画から寒冷地で低地養蜂を行う当養蜂場としては異例の5月の割り出しによる人工分蜂を進めていることを紹介してきました。何が異例なのかというと、通常なら6月中旬から始める人工分蜂を今年はそれよりも1ヶ月早い5月中旬から始めたのです。最初は戸惑いながらおっかなびっくりやっていた春の人工分蜂でしたが、2週間前の前回の動画の時点では割と確信を持って積極的に進めるようにまでなりました。こうした変化については前回の動画で詳しく紹介したので、そちらを見ていただくことにして、ただ背景には先ほど述べた温暖化があることは疑いようもありません。で、今回は人工分蜂の結果を内見を通じて確認することにします。つまり女王蜂が無事に羽化したかどうかの確認です。この割り出した巣板の巣箱には女王蜂がすでに誕生していました。彼女は丸々と太っていて交尾飛行も無事に終えたようです。ただ巣板には卵は見当たりません。産卵はこれから始めるようです。女王蜂が交尾飛行を終えて巣に帰還してから産卵が始まるまでに 2,3 日の時間的なズレがあると言われていますから、今はちょうどこの準備期間である可能性があります。次の新生女王蜂は交尾飛行にまだ出かけていないようです。未交尾の女王蜂を未子と呼ぶ場合があるようです。羽化してから交尾飛行に旅立つまでには1週間ほどの間隔があると言われています。羽化直後の女王蜂は割と大柄ですが、その後スリム化していって空中で俊敏に飛び回れる体型にシェイプアップしてから交尾飛行に出かけることになります。3頭目の新女王蜂はどうやら羽化した直後のようです。盛んにピーピー鳴きながらこの巣箱は自分の領土であることを宣言しています。どうでしょうか。鳴き声は聞こえましたでしょうか。もう一度聞いてみましょう。彼女が羽化した直後にまずやらなくてはいけない仕事はライバルである姉妹を倒すことです。というのも
巣箱の中には通常複数の大台があり、したがって同時並行的に複数の女王蜂が育っています。しかし、一つの巣箱の中に君臨することができるのは原則としてたった一頭の女王蜂だけです。ですから最初に生まれた姉の女王蜂は姉の特権を生かしてまだ大台の中で眠っている妹たちを見つけ次第針で刺すなどの暴力を行使して排除します。新女王蜂のピーピーという鳴き声は大台の中にいる妹たちへの呼びかけです。妹たちは呼びかけが聞こえたならば、よせばいいのにそれに応じて同じように鳴くので見つかってしまいます。このような儀式化した応答がミツバチの進化の中で形成されてきた理由は、おそらく姉による妹の排除がスムーズに行われることがミツバチの繁栄にとって好都合だからなのでしょう。例えば折悪く2頭の女王蜂がほぼ同時に羽化してしまうと、女王蜂同士の文字通り命がけの決闘が始まります。そして決闘の勝者が巣箱の中で君臨することになります。ことがこのようにほぼ対等な戦力を持った女王蜂同士の決闘に委ねられると、戦いに勝った方もかなりの痛手を負う危険性があります。それよりはこのような熾烈な争いをなるべく減らすために、大台の中で無力な妹を姉が排除する方がよっぽど理にかなっているのでしょう。この巣箱ではまだ大台がいくつか残っています。今回人間がいくつか取り除いてあげましたが、まだ 2,3 個の大台を残しています。新しい女王蜂に最初の仕事を与えるためにいくつかの大台は残しておきます。今回人間が取り除いた大台の中の一つでは、中の女王蜂がすでに出来上がっていて羽化するばかりになっていました。先ほども言いましたが、ご覧のように羽化する時の女王蜂は結構大柄です。気の毒ですが、彼女には巣の中で何の役目もありません。以上、3頭の女王蜂が無事に羽化したことを確認しました。ただしそれぞれが別々のステージにありました。1頭は交尾飛行を無事に終えていて、間もなく産卵に入るところでした。2頭目は交尾飛行を控えて、これからスリムな体に磨き上げるところでした。3頭目は羽化した直後でライバルを探しながらピーピーと鳴いていました。これから交尾飛行に出かける2頭は無事に戻ってこれるよう祈るばかりです。ともあれ、5月の人口分布はここまで順調に進んでいると言って良いと思います。春の人口分布は温暖化が進む状況の中で試みる寒冷地における低地予報の新しい技術の模索です。これについても前回の動画の中で詳しくお話ししました。そして5月の二段群も東洋北条としては新しい試みです。左側は人口分布のために5月に巣板を9枚割り出した群です。こうやって巣板を抜いてダメージを与えたにもかかわらず元気でして、もしかしたら1週間開花の早いクローバーの蜜を絞ることができるかもしれません。そして右側の群なんですが、これは左側の群から越冬明け直後の3月に東方の被害を受けた群です。東方はある群の蜂が別の群の巣箱に侵入して蜜を盗んでくる行為です。あるいはこういう行為を働く蜂のことです。東方は西洋ミツバチの習性なので、コロニー間の勢力に不均衡があると自然界の蜜源が乏しい時期に必然的に起こります。右側の群は4月上旬に加害群から遠く離れたところに隔離して避難させました。しかし加害群に巣板を抜いてダメージを与えた一方で、被害群は5月中旬以降に急速に回復したので、ここに来て2つのコロニーの間の勢力がバランスするようになりました。でまた自然界に蜜源が豊富になり、蜂にとっては東方のリスクを冒さなくても蜜を集めてこれるようになりました。そこで遠くに避難させていた東方の被害群を最近加害群の横に戻しました。
東方の被害群もやはり二段群にしています。東洋北上で二段群を作るのは平年だと6月中旬ですから、東方の被害に遭ったにもかかわらず2週間ほど二段群にしたのは早いです。そして、この被害群からもクローバー蜜を採蜜できる可能性があります。要するに巣板を割り出されたり、あるいは東方の被害に遭ったりしてダメージを受けた群からも例年通りクローバー蜜の採蜜ができる可能性があるわけです。はい、今回は温暖化の下で5月の人口分布の経過がここまで順調で、ダメージを受けた群からも春の採蜜ができるかもしれないというお話をしました。この辺で今回は失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。でなお、登録、高評価、そして動画をシェアして応援していただけると幸いです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。